キジゴンさん、30代の男性からいただいたお悩みです。太吾和尚様、こんにちは。毎日ありがとうございます。私は体操クラブで選手コース女子を担当しているのですが、ある中学2年生の行動についてどう対処していくべきなのか悩んでおります。彼女は A とします。まず練習に集中せず、話ばかりして真面目に練習をしている人を阻止してしまいます。明らかに話をしてはいけない状況。例えば平均台の上でこれから練習の技を実行しようとしている時に話しかけたり、その行為はとても危険なのですぐに呼び止め注意をするのですが、ふてくされた態度で「あの子も今話しているでしょ」や「なぜ私ばかりに言われないといけないの」と言います。過去にそのような行為が続いた時に親と話をして、これ以上指導に支障がある場合があるので退会してくださいと話をしたことがあるのですが、その後は頑張りますと言うもすぐに元に戻ります。ある日他の保護者から聞いて大変びっくりしたことがありました。それは A がコーチにバレないように真面目に練習をしている小学生に暴言を吐き練習をやめるように言ったり、 A は仲の良い小学生の年下を使って難聴の障害を持っている生徒に暴言を吐かせたり自ら吐いたりするのです。もちろん私がいる前ではそのような行為はありませんが、とても許されざる行為なので、もし私がそのような行為をしている瞬間を見た場合は A を即退会させます。殴ってしまうかもしれません。しかし私の上司はその子も尊重するべきだと言います。ただその上司は一度も現場を見に来たことはありません。最近練習を頑張っていた小学生が体操は好きだけどA がいるから辛いという声も聞きます。私が組んだ年間計画に基づいて試合でいい結果を残せられる生徒に対し A は全く嫌がらせ行為はありません。太吾和尚様、A は育ててあげるべきか即やめさせるべきか、どちらでしょうか。私の考えでは即やめてほしいです。お釈迦様のいとこにデーバダッタという人がいました。このデーバダッタという人はお釈迦様のいとこであるがゆえに、そのお釈迦様のもとにお釈迦様を慕って集まってくるたくさんの弟子たちとか信者さんたち、この数が増えていくにつれですね、自分のいとこのお釈迦様がどんどん人々から慕われ尊敬されていくっていうことが羨ましくて仕方なくなったんですね。それでこのデーバダッタはだんだんですね、とにかくお釈迦様が憎いと、お釈迦様がいなくなったら私はその教団の中でもっと高いポジションにつけたり影響力を持つことができる。でそう思ってですね、その仏教教団に仏弟子として、またその共に修行をしている身でありながら、お釈迦様にさまざまな意地悪を仕掛けたんですね。それはもう意地悪と呼べるレベルではないぐらい、お釈迦様の命まで最後は狙っていった。例えばお釈迦様がお説法をしている時にお酒を飲ませて、そして荒れ狂わせた像をそのお釈迦様のお説法の場にね暴れ込ませたり、あるいはお釈迦様がどこかへ、村から村へ移動するっていう時に少し山の道を通るってなったら先回りをして大きな石を落としてですね、そのお釈迦様を殺そうとしたり、あるいは自分の爪に毒を塗ってそのお釈迦様が寝ている時にその体をひっかいて毒殺しようとしたり、いろいろなことをしたんですね。で最後はデバダッタ自身が企てたお釈迦様の殺人の企み
にですね、自分ではまって、そして命を落としたと言われてるんですけれども、そのデーバダッタがお釈迦様にですね、お前が憎いと、なんでそんなことばっかりするんだって時に、お前が憎いんだと、お前ばっかり注目されて、お前ばっかり人々から慕われて、そんなお前が私は憎いってデーバダッタは言うんですよ。でそんなデーバダッタに対してお釈迦様はこうおっしゃったんです。お前の敵はお前自身だ。誰と戦ってる？お前が戦うべき相手は私ではない。お前自身だっておっしゃったんですね。さて、キジゴンさんは、先生としてね、体操クラブの先生として生徒を指導している。その中に A さんという子がいる。で、この子があまり望ましくない態度をとる。しかもそれが時には生徒にとって危険があるような行動をとったり、あるいはその一生懸命やってる生徒さんをね、脅かすような意地悪をしたり、クラブに来るのが怖くなってしまう、クラブに来るのが嫌になってしまうというような行為を陰でしていたり、先生としてそれは頭を悩ませますよね。私も空手の指導をしているんですけれども、ずっとこれでもう20年、そうですね、もう20年指導してますね。20年以上。いろんな子たちがいました。いろんな生徒がいました。今思うとね、私は決していい先生ではなかったって反省することもいっぱいあります。俺の言うことを聞けって押し付けたこともいっぱいあります。一生懸命生徒たちがやる気を出して強くなってほしいって思うのに、なかなか強くなっていかない。入ってきた時にね、私は先生みたいな黒帯になりたいんですって言っておきながら、1年ぐらいしたらサッカーが楽しくなったのでサッカーに行きますってやめてしまう人もいるし、あるいはやっぱりトイレで後輩をいじめてる子がいたり、あるいは受験の前にもう何年も稽古して帯もかなり黒帯に近い上級の帯になっているのに、そして常々ね、やっぱりどんどん強くなっていくっていう子に対してはね、慢心を起こして学校や友達やそういう人にね、空手の技を力任せにとか喧嘩ついでにって絶対出しちゃいかんぞっていう話をしているんですけど、受験の前にですね、席に座ってなんか放課の時だかなんだか分かりませんけども、なんか本人がカチンとくることがあったんでしょうね。後ろの席のこの顔面を叩いて鼻の骨が折れてしまって、で彼が空手をやってるからだっていうことでね、空手の先生にも責任があるということで、学校でやったことなんですけども、受験前になんてことをしてくれたんだっていうんでね、相手の親御さんがその子の家に怒鳴り込んできて、そんな空手を教えた先生は誰なんだっていうんでね、私も責められたっていうことがあったりしました。いろんなことがありました。でもその時私なりの対処をしてきたつもりですけども、今振り返ってみるとね、今ならもうちょっとこういう言葉を今日してあげられたな、今ならあの時こういうふうにしたなっていうことはもうね、いっぱいもう悔やんでも悔やみきれんぐらいあるわけです。その時私なりに一生懸命対処したつもりですけれども、でも今思うとね、いっぱいいろんな悔やまれることはあったりします。でまさにこの A さんの取る行動、これは先生を大いに悩ますと思うんですね。でただね、これキジゴンさんが大会という形で最終的にその子を辞めさせることはある意味いつでもできる。
だけれども、キジゴンさんもう一歩ちょっと踏みとどまって試してほしいことがあるんです。でそれは最終的にその A さんにとってね、どういう結果になるかわからないんですが、この一つキジゴンさんが先生としてこれからもまたいろんな生徒が入ってくる。でそのいろんな生徒が入ってくる中には必ず A さんの思い通りに右と言ったら右を向け、左を向けと言ったら左を向く、何かを言ったらはいと素直に聞く子ばっかりではやっぱりない。で反抗の色を示す子もいるけれども、それに対してね、今キジゴンさんは何のプロかって言ったら、体操のプロではなくて体操を指導していくというプロなわけですね。ということを前提として、いろんなやつがいるってことよ。いろんな人がいるってことですよ。なのでこのいろんな生徒さんたちがいるっていうことからキジゴンさんが学ばせてもらうということをしなかったら、せっかく先生になったのにもったいない話だと思うんですね。でね、必ず人が何かそのような行動をとるには理由があるんです。人はみんなね、特に子供たちってゲームなんかやらせると分かりますけど、自分が面白いと思ったことはね、やめろったってやめないですよね。自分が楽しいなと思ってる時は、ご飯普段あんなに食べ物に飢えているとか、食べ物って何か食べるものない、美味しいものないって言ってるのに、食べ物なんか食べなくても夢中になってそれをやったりしますよね。でそれが真っ当な人間ですよ。普通の健全な人間ですよ。だけれども何かね、それがね、誰も誰かに意地悪したいとか、何かこう人の邪魔をしたいなんていうことを本当に喜ぶ人ってもともとはいないんだろうと思うんです。ただ何かしら自分が本当に面白いなって思える状況にない、何かしらこう自分が楽しいと思えることに自分のエネルギーの方向が向かってない。それどころか何かしら自分の中にこう負のエネルギーが渦巻いてるってなると、そのエネルギーをですね、何らかの形で出さなきゃいけなくなるんですよ。汚い話ですけど、例えば何か食べ物を食べてね、でその食べ物がちょっとこうお腹の中でこう発酵したりして、なんかこうお腹の中であまりこうお腹に合わなかったりしてとか、そうするとお腹の中にこうガスが発生するじゃないですか。ね、でそのお腹の中のガスをずっと我慢してると、お腹が痛くなって痛くてしょうがなくなりますよ。だけどもこのお腹が痛くてしょうがなくなったお腹の中のガスをですね、人が大勢いる前でね、思いっきり力を入れてブーッと出す、あるいはすごく我慢をしながら一生懸命我慢をしてるんだけどスーッと出す、どっちにしても周りの人にとってものすごい迷惑かけるわけですよ。うわくさなるわけですよね。だけどそのお腹に溜まったガスをどこかで出口を見つけて出さなかったらおかしくなってしまうんですよ、体が。でもじゃあどうしたらいいかっていうことなんですけども、それは人前で満員電車の中でプーなりスーなりブーなりその思いっきり出していいかって、だって僕お腹痛いんですもん、しょうがないじゃないですかって言って出したら本人が嫌われちゃうわけですね。もう我慢できなかったらしょうがないってことはありますね。けれどもできることならば人がいないところに行ってこそっとする、あるいはトイレに行って堂々とするね、そんなような対処をする。生理現象ですからおならは絶対出る。だけども問題は何かというと、その
出し方なんです。おそらくね、A さんもそのようなひねくれたこじらせた行動をとるということは、どこかに本人も気づいていない原因が多分あるんだと思うんですね。本当に何かその体操が楽しくて、自分が体操によってこう成長していくっていうことが楽しくて、今こう伸びている時って楽しいじゃないですか。伸びてない時ってやっぱりこうふてくさりますよ。そこにさまざまな A ちゃんにしかないわからない A 君にしかわからない A ちゃんか A 君かわかりませんけどしかわからないなんかこう悶々としたエネルギーが A ちゃんの中に多分溜まってるんだと思うんですよ。でそれの出どころがわからない、出し方がわからない。みんな喜びということによって生じるエネルギーもあるし、悔しさとか嫉妬とかなんかいろんな負のエネルギーも渦巻くじゃないですか。でその負のエネルギーをどう出していくかっていうことを私たちは学習しなければならない。先ほどのおならの話ね、おしっことかおならとかそんな野戦な話ばっかりして申し訳ないんですけども、分かりやすいので私にとっては分かりやすいのでそんな例を出してしまうんですけど、おしっこもおならもうんちも生理現象ですよね。ゲップもね、だからそれはもう出ちゃうんですけど仕方がない。だけど仕方がないだろうって言って人前でね、どうしても我慢できなくて思わず出ちゃったってのは分かりますよ。でも自分がちょっとでも不快感を感じたら周りに人がいようが何であろうがゲップをしたりくしゃみをしたり咳をしたりで手でこう塞ぎもせずマスクもせず、ね、今満員電車の中でハクションチクショーってやったらどうですか。これは迷惑になるわけです。でもハクションもプーもブーもブリも全部生理現象でどこかで出さなきゃいけないんです。で問題はどこでどう出すかなんです。どう出すか。人に迷惑をかけたり人を傷つけたりする方向で出してはいけないということで処方箋です。キジゴンさんがすべきこと、大人として成熟した大人として未熟な生徒に対してですねすべきことは何かって言ったらしつけをすることです。しつけというのは身に美しいと書きますでしょ、ね、しつけというのは何もね怒鳴ってそしてこうだお前こんなことしたら失礼だろうこんなことはダメだろうっていうことがしつけではないんです。その子の中に溜まった負のエネルギーをどうやって吐き出さなきゃいけないんですよ。本人狂っちゃいますよ。心の中にいろんなものがあってそれが思うように出せないから何らかの形で見てるとねその選手クラスですごく成績を残している子には意地悪しないんですよね。だけどもそうでない自分より弱いものに対して何らかの形で自分の鬱憤を晴らしている。おそらくそういう状況だと思います。強いものにはなかなかこう食いついていけないんですよ。だから自分の弱い人の分からないところで弱いものに対してそうやっていく。それはすごく自然な流れなんですよ。あれ A ちゃんは今何かしらこの負のエネルギーが内側にある。でもその負のエネルギーを外にどこかで出さなければならない。でもこの外に出さなければいけないこのエネルギーを出す方向性が自分より弱いものをいじめに行くっていう方向に行ってるんです。だからしつけなんです。そのエネルギーをもっと違った方向に出す。これが人を傷つけたり人に迷惑をかけたりという方向で出さない。ね、自分の中でお腹が痛いからといってガスが溜まったからといって病気で寝込んでる人のところに行ってブッてする。そんなことをもう本人が嫌われていきますよね。そうしつけをする。どういうことか。具体的にはこの A 君にね A ちゃんか分かりませんけども A に A が戦うべき相手自分が使うべきエネルギーの方向性を与えてあげるっていうことがキジゴンさんにできないかなって考える。これがキジゴンさんの先生としての勉強なんですよ。指導者としての勉強なんです。
ブッダがデーバダッタに言った言葉、戦うべき相手はお前自身なんだって。戦うべき相手は私ではない。戦うべき相手はお前自身なんだ。A ちゃんが本当にその体操クラブに来ることを嫌がってるんだったら、以前ね、そのお母さんを呼んで、保護者の方を呼んでね、大会を、こんなんだったら大会をみたいな話を促した時に、本人はね、嫌です、やめたくないですって言ったんですよね。ということは、何らかの形でその A ちゃんは体操クラブに来ること自体は嫌じゃないんですよ。でも何かそれが家庭なのか学校なのか体操クラブでの中なのか、あるいは自分が自分思うように伸びていけない。でもね、自分の同級生なんかでも成績をどんどん大会に出て賞を取ったりとか、いい成績をやったり取ったりとか、そういう子たちが妬ましいけども自分はなかなかうまくなれないっていうジレンマを抱えているのか、それは分からないんです。だけれども何らかの形で誰かに意地悪をしなければいけないほどに自分の心の中に、内側に何かこうガスが溜まってるんですね。その放出先を小学生の子だったり、あるいは変な形で出してしまってる。それはもう確実に A ちゃんが嫌われていくわけですから、ね、だから違った方向へ振り向かなければいけない、ね、それが技術的なことなのか精神的なことなのか分かりませんけれども、もし A ちゃんが体操が嫌いじゃないっていうんであればね、必ず自分が伸びてる時って楽しいはずなんですよ。で、楽しいことを一生懸命やるんですよ。なので何らかの形で本人の中に行き詰まりが体操に関してあるのか、家庭であるのか、学校であるのか分かりませんけど、ぜひね、一旦ね、キジゴンさん、A ちゃんをもっと観察をしたり、あるいは対話をしたり、何かいつもの練習とはちょっと違った方向性を与えてみたり、そういうことによってですね、この A ちゃんをまずよく知るということをもう一度改めてやってみてはどうかなと思うんです。体操って個人の競技のようですけど、全てのスポーツは私は格闘技であってもね、団体競技だと思ってます。なぜって言ったら、一人で上手くなることできないんですよ。一人で強くなることってできないんです。必ず一緒に練習する仲間がいて切磋琢磨したり、自分よりも先にできる人がいて、それを見て、おーいいな、畜生自分もやってみたいなと思ったり、ね、あるいは自分よりもなんかね、自分が一番できたりして、おお、なんか私かっこよくできるわって言って調子に乗ったり、そういうことも全部ひっくるめて仲間がいて初めてできるじゃないですか。そう思った時にね、チームのみんなそれぞれ自分の持ってるいいところを発揮して強くなってほしい、上手になってほしい、上手くなってほしい。そのためにはみんなの協力がやっぱり必要なわけですよね。必ず A ちゃんを排除しても次の A ちゃんが入ってくると思います。人間ってそういうもんなんですよ。グループってそういうもんなんです。なので最終的にね、やめさせることはできる。でももう一度指導者としてね、細かく手をつく位置、ね、それから助走の仕方とかね、何かこう着地した後の自分の姿勢の取り方とか、頭の位置とか、目線とか、いろいろ細かいところを、その子の悪い癖とかね、こうしたらもっと良くなるっていうのを見つけて、そこを修正したり、修正する方向に促したり、あるいは練習メニューに組み込んだり、今生徒がどんな動きをしているかって、その動きを見て、じゃあどんな練習をしたらいいのか、何が足りないのかって、そうやって常にこう生徒との対話の中でより良いパフォーマンスを生徒が発揮できるように指導していくのが先生なわけですよね。でその中には心、技、体全部入ってるんですよ。だから技だけ修正をしても、その心がやっぱり伴ってなければ本当にいいパフォーマーにはならない、本当にいい選手にはならないと思うんですね。でそう思うと、キジゴンさんが
やっぱり今 A ちゃんに対してとても苦しんでる。どうしてあげたらいいのかなって、これまでも一生懸命いろいろ工夫してみたけど、どうしてあげたらいいのかなってやって工夫をしてきたけれども、もうこの子はって思うとしたらですね、ちょっとね、そう思えば思うほどね、ちょっとここで方向性を変えて、視点を全く変えて、全く違う発想で、この子の負のエネルギーをどう違った方向に振り向かせるか。ね、で、そんなチャレンジをキジゴンさんのためにやってみてください。で、そしたらね、きっとそれが A ちゃんを救うことになるかもしれないし、ね、ひょっとしたらそうやって自分の中で行き場所がなく渦巻いてた A ちゃんの中のエネルギーがですね、再び体操の方に向いたら A ちゃんはもっと伸びていくかもしれない。ね。なので、今はなかなか A ちゃんのためにっていうのがそこまでいっちゃうとね、もうやめてほしい、すぐやめてほしいってそう思うっていう気持ちの方が強いかもしれないですけども、一旦ね、これは自分の指導者としての経験のためにっていう、そういうつもりでもいい。ね、A ちゃんのためにって思えなくてもいい。でも一回ここでもう一度踏ん張って、そして何かしらこの子の中の内側にある見えないエネルギーのどういう方向で出口を作ってあげたらいいのかな。それをできれば体操でできないかな。そう考えるのが体操の指導するプロだと思うんですね。必ず無駄な経験にはならないと思います。そしてそれでもいろいろ工夫してみてもダメであったら、体操クラブを本人が辞めたくないんだったら辞めさせる必要はないと思います。でも選手クラスは外れていただく。それでいいと思います。だって選手なんですもん。ね。で、選手がそれは心、技、体っていうものをうちは要求すると。そういう選手を育てたいんだと。だから心が育ってない人はもちろん体操をやってもいいけれども選手クラスのレベルではないね。それははっきり突きつけたらいいんです。子供もわかります、それは。ぜひキジゴンさん、この A ちゃんがそのような行動をとるにはそのような行動をとる理由があるんだと。で、その理由というのはなんだかよくわからないけれども、おそらく A ちゃんの中に本人もわからないこのマイナスのエネルギーが渦巻いていて、その出口を探しているんだ。その出口を人に迷惑をかけたり人を傷つけたり、そしてまた何よりも A ちゃんが嫌われていくっていう方向で出してしまったら居場所がなくなっちゃうんです。だからこの A ちゃんの負のエネルギーの方を放出していく方向性っていうものを、何か体操嫌いじゃないんだったらこの体操で作ってあげることができないかなって、そうやって心配りをしてあげてほしいんですね。もう一歩突っ込んだ深い目で A ちゃんとちゃんと対決してほしいんです。きっとキジゴンさんならね、そんな A ちゃんのガスの溜まった心の内側にですね、小さな放出先を、人に嫌われない放出先を作ってあげることができるんじゃないかなと思います。応援してます。頑張ってください。